こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、ホンダの CL250CL500 です。ホンダは CL できたか。いつもの噂まとめサイトをいろいろチェックしていたら、この2つが欧州で商標出願されたってニュースを見つけまして、ヤマハの次はホンダ、って流れだな。はい。いつものことですけど、ヤマハの XSRGP といい、今回の CL といい、始まりはいつも欧州ですけどね。車にバイクにモータースポーツに。これらはヨーロッパが軸になるってことがよくわかったぜ。海外メーカーのスクランブラーなら、トライアンフ、ドカテ、BMW など、かなり豊富なラインナップから選べますけど、CL は国内メーカーには少ないスクランブラータイプじゃないか、って噂です。では、ホンダの描くスクランブラーがどんなバイクとなるのか、考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の流れはこんな感じです。ホンダのマルチ展開、CL、NX の噂をまとめてチェック、です。今回も国内外のサイトで見かけた記事を元にしています。で、記事の内容をまとめると、こんな感じです。噂記事の概要。ホンダが欧州連合知的財産庁 EUIPO へ CL500 を商標出願。申請日は2022年3月17日。5月8日にも NX 及び NX500 を欧州連合知的財産庁に商標出願。CL や NX について海外記事を調べたんですけど、ほとんど日本の記事を参照しています。ヤングマシンの2気筒 500cc 版も本命ホンダ CL500 スクランブラーとかだな。予想 CG も掲載されてるし、ネタ元のレベル500系ベースの特許図も参照してるし、一式揃ってるから、色々と妄想や考察しやすいんだろう。で、話を整理すると、こんな感じになりました。1、噂の始まりは2018年。2、L500 と250のペア発売。3、特許図面から読み取る秘密。4、さらに展開。CL の次は NX。じゃ、まず噂の始まりから。じゃ、輪締め、か。1、噂の始まりは2018年。結構遡るな。ですね。新型情報を調べるようになって分かったんですが、こうして特許出願されてから実車になって登場するのって、こんなに時間が経つものなんですね。そうだな。だいたい3年から4年ぐらいで1車種ってところだな。その間は、こうして特許出願資料を見ながら妄想できるわけですが、気の長い話だ。で、今回の CL 話も、2018年3月にホンダがステップ類の特許出願時に使った車両図が元なんだろ？そうですね。この図とレベル500を比較すると、エンジン造形やフレーム形状はほぼ同じ、ってことなんです。レベル500は2017年に登場なので、特許車両図にレベルが使われてても、特に気にはならないけどな。それが、車両図を見ると持ち上がったマフラーと、ゴムカバー付きに見えるステップ、テールまで続くフラットシートから、これは、ホンダの新型スクランブラーじゃね？と推測されてたんです。そうなのか。で、ホンダで元祖スクランブラーといえば、ドリーム CL72 スクランブラーなんですよ。1962年登場なのか。なかなかの旧車だな。これは CB をベースにして開発された車種です。基本はオンロードなんですが、サスストロークをたっぷり取り、アップマフラー化して、アクロ走行を念頭に置いたバイクですね。CL の2代目からはスクランブラーの文字が外れ、それ以後は CL 排気量を表す数字となり、1998年の新型登場後の後継車種は販売されていません。そして2022年、今回の CL500 が欧州で商標出願されたことで、CL、活の話に花が咲いた、ってわけか。その通り、今回は500だけじゃなく、250も合わせて復活するんじゃないか、と噂があります。じゃ、そのあたりも詳しくお願いするぜ。2、CL500 と CL250 とペア発売。ペア？それなら1100も混ぜてトリオで登場じゃないのか？これは邪推ですが、リッタークラスのスクランブラーは需要が少ないと思うんです。なんで？ホンダの場合、歴代 CL シリーズは450までですし、スクランブラーと言いつつも市街地から郊外のワインディング走行まで軽快に楽しめるという見出しで、オンロード志向の扱いやすいバイク、って位置づけでした。ガチオフでもオンでもなくて、でも1台でどこでもどこまでも、ってイメージか。そうです。で、2015年にスクランブラーを復活させたドカテの場合も、排気量は800が基準です。手頃な価格とサイズが売りですね。さすが 2000cc だとでかくなって軽快さが失われるってことか。だと想像します。それに、エンジンは重要ですけど、今の時代に排気量でマウントするのはおっさんたちだけで、250cc の軽くて扱いやすい車体を気に入っている人も多いと思います。昔は大型免許を取るのが大変だったから自慢したいんだよ、きっと。レベル250の2021年の国内販売は、2位にダブルスコアをつけての1位というのが証拠です。それに、レベル250と500は共通車体ですから、CL500 の登場も想像に難くないです。
でもさ、中途半端な排気量の CL500 って誰がターゲットになるんだ？もちろん日本じゃないですよ。500cc は馬力規制がある欧州海外向けですね。そうは言っても、レベル500って国内ラインナップされてるじゃん。500といっても、車格や馬力は昔の 400cc と同じぐらいですし、考えられるのは、大型を持ってるリターンライダーが、扱いやすいバイクが欲しいと思った時に選ぶ、って感じですね。でもさ、でもストライキもない、登場するんです。アメリカンのレベルがベースの CL だろ？これをスクランブラーに仕立て上げるなんてできるの？なんか根拠があるの？そこは、ホンダの特許図面に秘密が隠されてるんですよ。僕にはわからないよ。じゃ、どうやってレベルをスクランブラー化するのか、その辺を詳しく見ていきますか。3、特許図面から読み取る秘密。スクランブラーって聞くと、どんな特徴を思い浮かべるかな？アップマフラーにペブ風ステップ、かな？この図面の通りですね。もともとレベルはペブ風ステップなので、あとはアップマフラー化すればレベルがスクランブラーになると。いや、このままでは肝心な部分が大変なことになります。大変なこと？では、マリサさん、アメリカンタイプのバイクで立ち乗りできますか？できると思うけど、ステップが前方にあるのでハンドルにぶら下がった格好になってしまう、かな。それです。アメリカンな車体をスクランブラーに仕立てようと思ったら、ステップをもっと後ろに下げて、シートの真下あたりにする必要があります。その方が立ちやすそうだ。しかし、そんなに立ち乗りするか？ラフロードを走るときは、バランスを取るために立ち乗りするでしょ？ほら、スクランブラー大好きなドカケの紹介ページを見てください。こんなにビンビンですよ。その言い方やめて。で、特許図面を見てみると、ステップ1はほぼシート真下にセットされてます。後ろに移動させるだけだし、簡単な対応だな。いや、これが特許ものの設計らしいのです。ほほう。一般的なリアブレーキの設計は、マスターシリンダーとリアブレーキレバーを接続し、レバーを踏むことでピストンを押し込んでブレーキをかけますよね。でもこの図面では、ブレーキレバーがマスターシリンダーを動かすんじゃなくて、リンクに接続されたブレーキランプスイッチ、マスターシリンダーをブレーキレバーで動かしてます。一石三鳥。このリンケージの仕組みは、特許出願のきっかけとなるほど斬新だった、って説明されてました。この仕組みのおかげで、ステップを後方に動かすことができたってこと？多分かよ。CL500 が登場した暁には、みんなでこのリンケージ部分をチェックすることをお勧めします。何をお勧めしてるんだか。機構の話で満足したところで、もう一つ、新型バイクの可能性を考察してみましょうか。まだあるのか？もう少しだけ。4、さらに展開。CL500 の次は NX500。今回、CL500 が商標出願されてネタで話してきましたが、5月に別の商標が提出されてたんですよ。NX500 のことだな。はい。500という排気量ですが、ホンダは欧州でこのエンジンを使ったいろんなジャンルのバイクを製造してまして、レベル500、CB500F、CBR500R、CB500X とかだな。471cc の並列2気筒エンジンってのは、欧州ではポピュラーなエンジンなんだな。ちなみに、レベル1100のエンジンを使ったホーク11、NT1100、アフリカツインなど、ジャンル違い商品展開が最近のホンダにはよく見られます。確かに。今回 NX500 が商標出願されたことで、500シリーズになかったジャンル、オフ寄りのツアラーが発売されるんじゃないか、って話がありました。じゃ、過去に NX とついたバイクといえば？国内モデルでは1988年に発売された NX125 や RX1NX250、海外モデルの NX650 ドミネーターですね。支配者って名前か。すげえネーミングだな。ドミネーターは、単気筒だけど2本出しのアップマフラー、ワイヤースポークにセミブロックタイヤを履いたバイクで、デュアルパーパスとして人気車だったんですって。現在、欧州の500ラインナップにはないジャンルなので、ドミネーターが復活するんじゃないかって噂が出てます。この見た目ならトランザルプもいけるんじゃね？それありです。トランザルプ 600V の400モデル、400V は日本でも300台限定で販売されたましたから、NX500 が日本発売される可能性もありそうですね。さらに、ダカールレーサーである NXR750 というバイクもありまして、ダカールといえばアフリカツインだな。500cc 版のアフリカツイン風スクランブラー。いいじゃないか。ま、買えませんけどね。またそのネタか。はい。バイク買うまで続けますよ。それでは今回は、商標出願で盛り上がってる、CL と NX の話をお送りしました。じゃ、お次は噂話のまとめだぜ。まとめ。最近、商標出願ネタが連続してますね。そうだな。前回考察したヤマハの XSRGP とか、欧州では機体の車両が目白押しだ。今年はホーク11やダックスとか、旧車ネーミング復活祭りみたいだしな。祭りはホンダだけですけど。でも、この調子で過去の名車をどんどん復活させていってほしいです。NM4 とか、ビートとか、モトコンポとか、名車だな。ビートは車じゃないですよ。バイクのビートですよ。大丈夫。今回は間違えないぜ。今回紹介したバイクは、どれも年末のエイクマやインターモトなどの欧州の新型発表会でお披露目って話です。
まだまだ先だな。まだゴールデンウィークが終わったばかりだというのに。まずは来月のヤングマシンを楽しみに、次の大型連休を待つとしましょう。そうだな。では、今回はこの辺で。それでは、See you!